さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。サコマエ装備で買った、ジャンクの GTX タイタン X になります。ジャンクグラボ。はい、ジャンクのグラボなんですが、4月にカキさんと名古屋の大須に行った時に、サコマエ装備さんというパソコンショップにお邪魔し、そこで購入してきたものになります。お土産を全然買ってきてくれなかった時のやつね。いやそれは、で、大須のサコマエ装備さんまで行ったからせっかくなので買ってきたのがこちらのグラボになります。ジャンクグラボってなんか動画として久しぶりね。まあこのグラボ、動くらしいんですけどね。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では開封をしながら今回のグラボについてのお話をしていきましょう。こちらは2016年7月に発売となったグラフィックボードで、当時のフラッグシップモデルとして発売されました。その当時の発売価格、なんと、16万円だったそうです。16万円。ちなみに現在の16万円のグラフィックボードというと、AMD ラデオン 7900XTX なんかが買えちゃいますね。17万円台になると、GeForce RTX 4080が買えますね。時代の流れは恐ろしいわね。そういえばこれいくらで買ってきたの？こちらですが、1万3000円で購入してきました。ヤフオク相場がだいたい1万円後半ぐらいなので中古価格よりは少し安いかなといった感じでした。特別安いってわけじゃないのね。サコマエ装備さんに行った記念で買ったというのもありますね。まあめったに行けないし、行ったら何かしら買っちゃいたい気持ちはわからなくもないわね。それではスペックを見ていきましょう。モデル名は GTX タイタン X になります。今回のものはゾタック製のものです。アーキテクチャはマクスウェルでプロセスルールは TSMC28 ナノメートルです。最近のものがプロセスルール5ナノメートルとか10ナノメートルとかなので、10年もしないうちにここまで小さくなるってすごいですよね。GPU は GM200 でトランジスタ数は80億、CUDA コア数は3072機で、クロックは 1000MHz から 1075MHz、GPU メモリは DDR512GB、TDP は 250W となっております。とまあスペックはこんな感じです。さすがに最近のグラフィックボードに比べると、もろもろ足りないところもあるけど性能的にはどうなんだろ。この後検証するんですが、今回はフル HD だけの検証となります。まあ性能的にはフル HD が限界よね。ただ、思いのほか、という感じもあったのでここからは検証パートを見ていきましょう。シュラララ。検証に行く前に今回の検証機はこちら。CPU はインテル Core i9-13900K。i9-13900K？はい、CPU を最高のものにして CPU 側のボトルネックを気にしないでいけるようにしました。まあ確かに CPU 側のパワー不足はなさそうね。残りのパーツたちもできるだけ良いもので揃えてみました。GPU が一番ボトルネックになりそうな構成ね。ですね。こちらがタスクマネージャーと GPU-Z になります。あれ、これ普通に動いちゃうの？一応ジャンクとして販売はしていたのですが、購入した時に FF15 ベンチマークの結果が記載されていたんですよね。まあなので、普通に動くかなと思って起動シーンはカットしました。まあ確かに普通に動いているわね。それでは GeForce GTX タイタン X がどのくらいゲームができるのか見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。それではまずは FF14 ベンチマークからやっていきましょう。設定は最高設定で、解像度はもちろんフル HD になります。現在500倍速で回しているのですが、GPU はほぼ 100% に張り付いています。ただ FPS は思いのほか、出てるんじゃないかなと思います。確かにフル HD とはいえ、100台は余裕で出ているわね。シーンによって2桁に下がることもありますが、割と頑張っていますよね。では結果を見てみましょう。スコアは16973の非常に快適で、平均 FPS は116、最低 FPS は64という結果になりました。結構頑張ってるわね。フル HD なら問題なく遊べそうですね。では次。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークです。設定は高品質でフル HD での計測となります。さっきの FF14 ベンチマークは、割と良かった気がするけど FF15 ベンチマークはどうだろ。今のところだいたい 60fps をギリギリ超えてそうな感じはありますね。この先はこのベンチマークで重くなる場所のチョコボポイントですね。ここで大幅に落ちなければ少しは頑張れそうな気もしますが、せっかくなので少し見てみましょう。結構頑張ってるわね。ですね。では結果を見てみましょう。結果はスコアは6433の快適判定で、平均 FPS は64、最低 FPS は39という結果になりました。ギリギリ平均 FPS は60を超えたわね。設定を下げれば安定して 60fps 以上は出そうですね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はウルトラでフル HD、レイトレーシングはなしになります。さすがサイバーパンクね、かなり重そう。
ですね。現段階で 30fps 台なのでかなり厳しそうではありますね。では結果を見てみましょう。結果は平均 FPS は 40.27、最大 FPS は 56.11、最低 FPS は 30.49 という結果になりました。さすがサイバーパンクといった結果ですね。設定を落とせばできなくはないですが、快適に遊ぶならこれ以上の性能のグラボは必要そうですね。では次からは実際のゲームをやっていきましょう。マイクロソフトフライトシミュレーター。ではマイクロソフトフライトシミュレーターをやっていきましょう。設定は最高設定のフル HD です。成田から羽田間のフライトを見ていきたいと思います。映像は10倍速です。こちらもサイバーパンク同様 30fps 台ですね。マイクロソフトフライトシミュレーターもかなり重たいよね。重たいゲーム代表みたいなところもありますしね。またこのマイクロソフトフライトシミュレーターは、飛ぶ場所、時間によってもかなり FPS が変動するので、あくまで参考程度に見ていただければと思います。このマイクロソフトフライトシミュレーターって、いつも計測はしてるけどゲームとしてはやったことあるの？ありません。とやるな。ということで映像は飛び出してからだいたい7分ぐらい経過したところなんですが、ここら辺で結果を出してみたいと思います。平均 FPS は37、最低 FPS は24という結果になりました。結果としてできなくはないですが、こちらも設定を落とすなり、グラボを上げるかをした方が良さそうですね。さすが重い代表のゲームね。では次。モンスターハンターライズ。久々にやってみましたモンスターハンターライズです。確かに久しぶりね。久しぶりすぎて、操作方法をかなり忘れています。グラフィック設定は高でフル HD です。一番初期の周回クエストで計測しました。この時点で100近く FPS が出ているので普通に遊ぶ分にはいけそうな感じですね。ではいつもの青柱くんと戯れてみましょう。体験は一撃が決まると気持ちいいわよね。確かに気持ちいいんですが、あまりに久しぶりすぎてどうやってやるか試行錯誤してます。計測する前に練習しなさいよ。いやまあこのぐらいなら練習しなくても倒せるかなと思って。ということで結果はこんな感じ。平均 FPS は96、最低 FPS は85という結果になりました。こちらもクエストやモンスターの数等で変動するのであくまで参考値ですが、フル HD の 60fps としては遊べそうですね。なかなかやるわね。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトです。設定はダイレクト X12 で全て最高設定で行いました。フォートナイトはパフォーマンスモードでは FPS が出過ぎちゃうから最近はダイレクト X12 で計測してるんですが、実際フォートナイトやられている方は、どんな設定でやられているんですかね。もしフォートナイトをやってる方がいたらぜひコメント欄で教えてください。とりあえず着地後地点ではだいたい 70fps 前後出ていますね。意外で出てるわね。まあ FPS ゲームなのでもちろん FPS がより出た方がいいんですけどね。ということで、終盤までやってきました。近くに敵がいそうなんですが、どこにいるのかわかっていません。あ、どうやらアンチで敵がやられたみたいです。ということで最終結果はこちら。平均 FPS は68、最低 FPS は54となりました。ゲームとしてできなくはないですが、やはり設定の変更等は必要そうですね。では次。Apex Legends。最後は Apex Legends をやってみました。まずはいつもの射撃訓練場から。設定は最高設定でフル HD で行いました。では爆撃シーンになります。結果はこちら。平均 FPS は108、最低 FPS は88となりました。このぐらいなら遊べそうではありますが、実際の戦場にも行ってみましょう。初動詞が多かったので、何回もやっちゃったのですが、だいたい100前後ぐらいの FPS が出ていたように思います。ただこちらもやはり FPS ゲームなので、できなくはないですがより快適にしたいところではありますね。シュラララ。はい、ということで今回は、サコマエ装備さんで購入した、ジャンクの GeForce GTX タイタン X のご紹介でした。動く確定のジャンクだったけどね。まあそうですね。ただフル HD とはいえ、割と使えるグラボなんじゃないかなとは思いました。確かにね。一応消費電力も調べたところ、アイドル時で60から 70W 前後、ベンチマーク実行時で350から 360W 前後という結果になりました。約 300W も違うのね。結構違いますよね。それからこのタイタン X なんですが、VRAM の量は違いますが、GTX980Ti と同等ぐらいの性能らしいです。完全にロマングラボね。ですね。ということで本日はここまで。
もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。